皆さんこんばんは。眠れぬ夜の声色インク劇場へようこそ。異世界への入り口か、どこにもないはずの謎の1シリーズを作ったので、ぜひご覧ください。いいねボタンやチャンネル登録をしていただけると、次回の動画を作る時の励みになります。それではどうぞ。あれ、気のせいかな。なんか電車の様子がおかしい。いつもは7、8分で次の駅に到着する電車が今日は20分ぐらい走り続けている。もしかして乗り間違えたのかな。そんなバカな。車掌室を見に行ってみるとしよう。すみません。電車が次の駅に全然止まらないようなんですが。ダメだ。返事がない。新浜松からのこの電車は普段トンネルを通らない。今日はどういうわけかわからないがトンネルを通過し、ようやく電車は次の駅に停車した。あ、やっと停車したみたい。降りてみよう。如月駅、聞いたことない駅だな。おまけに無人駅っぽいけど、タクシーなんて捕まるのかな。ダメだ。やっぱりタクシーなんて捕まるはずないや。お父さんとお母さんにも話してみたけどわからないって言うし、連絡が来るまで線路伝いに歩こう。警察に電話したら、いたずら電話と間違えられるし最悪だな。おーい。で、こんな時間に私以外にも線路に人がいるの？よく見たらおじいさん、片足がない、なんて言ってるんだろう。おーい。危ないから線路の上を歩いちゃダメだよ。ひえ、おじいさん消えちゃった。怖い。一体どうなってるの？もうやだ。動きたくない。そう言ってみたものの、今度は太鼓みたいな音がだんだんと近づいてきて恐怖心から走らずにはいられない。やっぱりここから逃げなくちゃ。はあ、はあ、はあ。イサヌキトンネル、一体ここはどのあたりなんだろう。とにかく今は先に進まないと。怖いよ。あれ、トンネルの外に誰か立ってる。地獄に仏。こうなったらあの人に聞いてみよう。おや、こんな夜中に女性一人でどうなさいました？助けてください。いつもの電車に乗ったはずが、全然知らない場所に出てしまって。どうやらこの男性は車で駅近くのビジネスホテルまで送ってくれるとのこと。あのレッカーランダムを使ったの。男性は急にブツブツと独り言を言い始めた。ここはどこなのかと尋ねたらなんと、ヒナだという。ありえない。同じ県内でも100キロ以上先の場所だなんて。だんだん山道に入ってく。隙を見て逃げ出そう。でもどうしよう。携帯の充電がもうない。早く逃げなくちゃ。怖いよ。昨日俺が体験した出来事をつぶやいていこうと思う。昨日は剣道教室の鏡開きがあって、西武新宿線の終点拝島駅に向かった。まあここまでは何も問題なく、稽古して餅食って午後2時くらいにお開きになった。しかし、ここからが問題だった。自宅が鷺宮駅ってとこで、終点から鷺宮駅まで結構時間がかかるんだ。小学生相手の稽古や他にも餅をついたりしたため、疲れから俺は耐えられず寝てしまった。不意に目が覚めたら、高校時代からこの線を使ってるのに聞いたこともない駅に電車が止まってた。ここは一体。それだけじゃない。普段乗客も結構いるはずなのに、誰も乗っていないなんて。日塚駅、もしかしたら、木更木駅みたいな異次元駅かも。ここは一つ降りてみるとしよう。あれ、どうなってるんだ。看板いない。外の景色もなければ改札もない。全部真っ白だ。って走行しているうちに電車が発車してしまった。仕方がない。椅子だけはあるからそこに座って次の電車が来るかわからないが待つしかないな。やばい、俺ここで死ぬのかな。なんてホームの椅子で頭抱えて途方に暮れてたら、突然話しかけられた。お兄ちゃん、どうしたの？目の前を見ると着物を着た5、6歳ぐらいの可愛らしいおかっぱの子がいた。本来ならば、人間は来てはいけない場所だよ。逆にあのまま電車に乗ってたら命の保証はなかったかも。でも私は味方だから大丈夫。俺の味方だと？お兄ちゃんは全然運を使ってないから、私の力でも元の世界に戻すことができる。だ
だけど次は無理だよ。私の力じゃ一度が限界だから。もしまた来てしまったらカラス天狗様を頼るしかないかも。そうそう。その代わりあれをもらうよ。俺は気がつけば電車に揺られ、鷺宮駅の2、3駅前にいた。あれは絶対に夢ではなかった。ポケットの中に入れていたニット帽がなくなってる。もらうってニット帽のことだったのか。ブフフ、この帽子もらっちゃった。すっかり寝てて乗り過ごしちゃった。仕方ないから次の駅で降りて引き返そう。その日私は京都駅から JR 線に乗っていてうっかり寝過ごし、気づいたら降りようと思っていた長岡京駅を出発するところでした。しばらく電車に乗らないうちに新駅でもできたのかな。いやいや、新しい駅にしてはさすがに寂れすぎでしょ。電車もなかなか来ないし、外に出て現在地を確認せねば。駅員さんがいない上に日も暮れ始めてきた。街灯がついててもなんとなく暗い駅だな。印象的だったのは改札を出たところの大きな鳥居でした。ダメだ、電波悪すぎて携帯がつながらないや。また駅に戻って時刻表を確認するしかないか。結局時刻表も見当たらなかったな。そうそう、言い忘れていましたが、ここは須高駅という名称の駅でした。ふと横を見ると、さっき一緒に降りたおばあさんがまだベンチに座っていました。すみません。次の電車の時間ってわかりますか？時期に来る。お礼を言おうとすると、玉姫が泣いてるからゆっくりしてき。ママ、姫。ウコンの力、終わりの国は捨てろ。あれ、おばあさんもしかして認知症とか？走行していると次は小学校低学年くらいの子が手を振ったかと思うと何かを落としていったのです。待って。落とし物は竜だか蛇だかのお守りのようなものでした。渡しておくからバンバに送れ。それを見ていたおばあさんにお守りを渡した途端、駅から出て行ってしまいました。そのタイミングで牛のような鳴き声が聞こえると、近くの山からポツポツ明かりがつき始めました。おばあさんと入れ違いにさっきの子がやってきて、お守りをおばあさんに渡したことを話すと不服そうな表情をしながらも、駅の外へ出るよう手を引っ張られたのです。電車は来ないよ。こっちに来て。その子に引っ張られるがままに進んでいくと橋が見えてきました。戻ってきちゃダメだよ。バイバイ。無責任だなぁと憤りつつも、歩いていくと見覚えのある場所に出て阪急長岡天神駅にたどり着くことができました。おう、無事駅に着いた。でも、須高駅の場所って一体？私は高校生の頃、修学旅行で地元から東京方面へ行きました。そして自由行動の日があり、私も含めて某テーマパークに行くために朝からみんなで電車に乗って向かうことになりました。楽しみだね。早く行きたいな。先にどのアトラクションに乗ろうかな。その時、赤と銀色の車両に乗った記憶があります。友達とガイドを読みながらこことここに行く、とずっと盛り上がっていたので、電車での異変に気づかなかったのです。電車が発車してから20分以上経っていたのに一度も止まっていないし、窓の外はずっとトンネルの中で真っ暗でした。なんか様子がおかしいと思わない？ところで次はなんていう駅だっけ？私たちは次の駅を確認しようと電車の扉の上の掲示板を見上げると、漢字がいっぱい流れてきて全然読めないのです。何これ、文字化け？大変、掲示板が壊れてることを駅員さんに伝えなくちゃ。私が一番前の車両に駅員さんを呼びに行くと、待っていたかのように白いカーテンが開き、駅員さんが顔を出してきました。駅員さんは目がギョロッとして、顔一面緑のあざだらけの小太りのおじさんでした。私があざにびっくりして固まっていると駅員さんが、別府行きだよ。急行だから次の駅で降りないと別府まで止まらないよ。降りるの。横でドアが開く気配がしたから振り向くと、さっきまでトンネルの中だったのに、古い田舎の駅に停車していて、その向こうには原っぱが広がっていたのです。キャー。
あいたたた。一瞬視界がすごく明るくなり、目を細めた瞬間、横からすごい力で押されて転んで外に投げ出されました。驚いたことに、乗っていた電車は赤と銀色だったのに対し、オレンジ色に斜めに青い線が入った電車に変わっていたのです。この電車何かおかしいぞ。みんな降りろ。男の子が叫んでいても、他の同級生たちには聞こえていないようでした。そして電車は発車してしまいました。と、変な記憶はここまで。ブー。ここは、あれ、お母さん。目を覚ましてくれてよかった。通学中に電車が脱線して足に大怪我をしたのよ。目が覚めると私は病院のベッドで寝ていて、東京にいたはずなのになぜか地元で事故に巻き込まれていたのです。修学旅行は、何のこと、事故の影響で、きっと悪い夢でも見ていたのね。あれ、ここはどこだろう。次は月宮に泊まります。で、月宮、どこまで来ちゃったんだろう。ちょっとなこちゃん、起きて。あ、レコちゃん、おはようございます。どうやら私たち寝過ごしちゃったらしく、神奈川県のさらに先まで来ちゃったみたい。じゃあ、ひとまず一度降りて引き返しましょう。そうするしかなさそうだね。ひとまず降りてみたけど、ちょっと名古屋駅に似てるな。しかも私たち夜行列車になんて乗ってた記憶ないのに。終電っぽいから一度改札を出て散策してみよう。月宮駅か。改札を出て街を眺めていたら、東京タワーくらいのビルが摩天楼みたいにそびえ立っていて、とても幻想的でした。時計に目をやると、すでに午前3時を回っていた記憶があります。名古屋駅に少し似ていたけれど、現実のものとは思えないような、なんだか雰囲気が不思議な感じがする街でした。なんか黒い影を立体化したような感じの人たちが歩いてますね。ほんと、2メートルぐらいはあるような。私たちはもしかしたら異次元の街に迷い込んでしまったのでしょうか。普通の酔っ払ったおじさんもさっき見かけたのにね。歩いていても仕方がないので、朝まで営業している居酒屋かどこかに入りましょう。そうだね。始発が来るまで少し時間を潰そう。はあ、地名や駅を検索しても全然出てこないし、完全に異次元空間に迷い込んだよね。まあレコちゃん、そんなに深く考えずに始発を待ちましょう。それでは異次元の街に乾杯。乾杯。あれ、なこちゃん、私まだそんなに飲んでないのに酔いが回ってきたみたい。わわわ、意識がだんだんなくなってく。あれ、ここはどこだろう。確か私たちは異次元の街に迷い込んでない。おかしいな。夜行列車から降りて、ちょっとなこちゃん、起きて。あ、レコちゃん、おはようございます。あれ、手に持ってたはずのビールがない。私、寝ぼけてたんでしょうか。南葛サイバー都市っぽい街に降りて、2メートルぐらい身長のある人たちが歩いてたような。夢にしてははっきり覚えているし、何よりもまだ口の中にお酒の味が残ってる。それじゃあ、私たちが見たものや体験した出来事は一体